なんとか飛ぶことができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は人力飛行機を作ってみようと思います。エンジンやモーターを使わずに、私の力だけで空を飛んでみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは以前作った量産型飛行機を設計図機能で呼び出して人力飛行機に改造しましょう。ちなみにベアリング動力で飛ぶこちらの飛行機を地面に固定している時のプロペラの回転数は 66rpm でした。つまりこれと同じくらいの回転数を人力の仕組みで出すことができれば飛べるわけですね。まずは前回スワンボートで使った筒状の動力伝達機構を作りましょう。なるべく軽くするために素材には草の板を使いました。それから足で回す動きをプロペラを回す動きに変換するための歯車の仕組みを作りましょう。前回と同じように木を組み合わせた歯車を作ったら、だいたい同じ大きさで刃の方向を90度変えた別の歯車を作ります。そしてさっき作った3つのパーツをこんな感じで組み合わせることで、私が前後に歩くとプロペラを回す方向に軸が回転する仕組みができました。噛み合わせはいい感じです。こちらにハンドルをつけたら、私が乗って足で回してみると、思ったよりスムーズに回ってくれました。前回はゴムで作っていましたが、今回は木で作ったので、摩擦も反発も少なくて、いい感じになったみたいです。そして回転数も 200rpm くらい出ています。回転する部分に重い石をつけて回してみても、ちゃんと回ってくれたので、プロペラでも回すことができるんじゃないでしょうか。早速この仕組みを飛行機に組み込んだら、地面に固定した状態でプロペラを回してみると、そんなに速くないですが、ちゃんと回ってくれています。この時の回転数を測ってみると、40rpm くらいでした。ベアリング動力より遅いんですが、もしかしたら飛んでくれるかもしれないので、固定を解除して乗ってみましょう。そうすると、前には進んでいますが、離陸する様子はありませんね。完全にパワー不足です。そのまま進んで、坂道を降りた後、おっと、スライムに食べられました。実際に動かしてみると、地面と固定している時より、回転が安定してくれず、足で回している部分が引っかかってしまうこともありました。どうやらこの仕組みでは、飛行機を飛ばすことはできないみたいです。そこで、もっとシンプルで、パワーの出る仕組みに変更しましょう。こんな感じで、プロペラにつながった軸に、大きな輪になるように、草の板をぐるっと一周貼り付けることで、私が前ではなく、横方向に移動したとき、直接プロペラが回転するようにします。回転させやすいように、私を囲むフレームとハンドルをつければ、よし、仕組みの完成です。早速動かしてみましょう。なかなかの速さで、プロペラが回ってくれています。この時の回転数を測ってみると、100rpm くらいと、ベアリング動力で回っている時より、かなり速くなっています。これは期待できそうですね。早速試してみると、勢いよくプロペラが回って、離陸したと思った
なり壊れました。パーツがずれて、ぶつかったみたいです。そこで、パーツの位置を調整して、なるべくぶつからないようにしましょう。これならどうでしょうか。よし。今度は壊れずに飛んでくれています。そのまましばらく前に進んでいくと、再び壊れてしまいました。なんで壊れるかよくわからないので、何度か試してみましたが、どうやら飛行中に、なぜかベアリングの軸が大きくずれて、それが戻る勢いで、壊れてしまっているみたいです。だったら、軸がずれて壊れてしまわないように、軸を押さえるガーリンの数を増やしていきましょう。真ん中に3つガーリンを増やして、軸を強力に押さえられるようにしました。これならちゃんと飛んでくれるんじゃないでしょうか。早速乗ってみると、すぐに離陸して、プロペラの回転数が上がったところで、おっと、やっぱり壊れてしまいました。その後も、いろいろと調整を加えて、安定して飛ばそうとしましたが、何をやったとしても、プロペラの回転数が、一定以上速くなったところで、ベアリングの軸が分離して、壊れてしまう現象が発生してしまいます。こうなったらしょうがないので、操縦する私の動きで、壊れないように調整します。移動用のスティックの角度を微妙に調整しながら、プロペラの回転数が速くなりすぎないようにすると、よし、なんとか飛ぶことができています。そのまま、プロペラの機嫌を伺いながら、慎重に仕組みを動かすことで、かなり遠くまで飛ぶことができました。これで人力飛行機は完成ですね。さらに高度を上げたところで、おっと、ここで壊れてしまいました。今度はカメラの位置を固定して、旋回性能を見てみましょう。旋回するときも、プロペラの回転数を気にしないといけないので、なかなか難しいですが、練習を繰り返して、うまく制御することで、U ターンして戻ってきて、着陸することができました。少しのミスですぐに壊れてしまうので、この飛行機は、搭乗者のスキルが試される、上級者向けの飛行機ですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。速度を測ってみると、空を飛んでいる時の速度は、だいたい秒速6メートルくらいでした。私が走る速度よりは速いので、性能は優秀ですね。おっと、ここで壊れました。それでは最後は、こちらの人力飛行機に乗って、行けるところまで行ってみましょう。慎重に離陸した後、プロペラの回転数を、移動速度の調整で、うまく制御しながら、なるだけ遠くに向かって、進んでいきます。向こう岸が見えてきましたが、風に煽られているのか、なかなか近づけません。そして、海岸の近くで、急に止まったと思ったら、勝手に壊れてしまいました。下についたタイヤまで分離しているのが、なかなか不思議ですね。それでは、なんとかここまで来ることができたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、人力飛行機の部品さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、
高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー